それでは1番をお選びいただいた方、リーディングを行っていきます。今回のテーマは、あの人からのアプローチは近未来ありますかというのをテーマに見ていきます。よろしくお願いします。では、まずあなたの現在のコンディションについてカードを2枚出しています。ここにルノルマンを追加して見ていこうと思います。あの人から近未来、あなたにアプローチがあるのかどうかに今回は焦点を当てていきます。はい、まず1枚出していきましょう。犬のカードです。犬は信頼する相手とか信頼関係、パートナーシップを表しています。星と惑星のカードからは、天体逆行のカードですね。振り返りや見直しの時、あなたの中で今心がざわざわしているのかもしれない。ちょっと見直したいなとか、振り返っている、過去を考えているのかもしれません。トランプからは5という数字のカードです。変化に対する葛藤とか不安、迷いっていうのを感じます。こちらのお花はラベンダーなんですが、ラベンダーの花言葉は待つとか清らかっていうことですね。なので自分のピュアな気持ちに対して葛藤を感じている今の現状と心が合致しないとか、あと待つっていう言葉も入っているので、待たなきゃな、純粋に待っていられるかなとか、そういう気持ちも入ってるんじゃないかなと思うんですね。そして振り返り見直しというのはお相手との関係性かもしれません。とっても信頼し合ってると思っているんだけどっていうところがちょっぴり入っているような気もします。いやいやそんなことないって、何回も見直してみてもやっぱりこの人を信じてついていきたいっていう気持ちなんだよねっていうことかもしれません。はい、では最初にこちらのオラクルカード出していますので、こちらからあの人が感じるあなたの魅力というところについて見ていこうと思います。まずはアドベンチャー、冒険心ですね。あなたが移動の多い方、動きの方、アクションの多い方なのかもしれません。アクティブ、はい、ということと、あとピース、平和、穏やか、あとは無限です。キラキラしたあなたの輝きっていうのもあるんじゃないかな。目標とか夢に向かって取り組んでいるあなたの姿を応援しているっていう、そういうメッセージも伝わってきます。今あなたは葛藤や迷いの中にいるのかもしれません。何かが思うように進まなくって立ち止まることを余儀なくされていることもあるでしょう。でもそれは決して悪いことではありません。あなたの夢を叶えるために必要な時間が今与えられているのです。焦らず深呼吸をしてもう一度自分の気持ちと向き合ってみましょう。新しい視点が見えてくるかもしれません。そしてお相手はあなたに対して満ちていく月のように静かでありながら力強く輝いているところを素敵だなというふうに思っています。そのあなたの光はお相手の心を優しく照らし希望を与えてくれています。あなたには無限の可能性があり、その魅力は自然と周囲を引きつけます。あの人もまたあなたの中にあるこの強さと優しさを感じているでしょう。あなたが自分の道を信じる限り、その輝きはさらに増していきます。自分の信じる道を進むあなた、そこにさらなる輝きが増しているということで、自分の信じる道を進んでいって迷うことや葛藤することも出てくるかもしれないけど、でもそれでも自分の信じる道を進んでねっていう、そういうメッセージも入っていました。今逆光のカードが入っているので、今感じている迷いとか不安っていうのは一時的なものであって、これから巡行していく、また元に戻って流れていきますので、今抱えていることを解消させるワークを行っていきましょう。ではタロットカードからあの人からどんなアプローチがあるのか、またはないのか、そのあたりを見ていこうと思います。はい、それでは、法則で
こちらのカードも引いていきましょう。まずそうですね、大アルカナで聖星、フール、そしてジャッジメント、ハーミットと続いています。お相手からの動きありそうですし、最初すごく穏やかかつ明るく楽しいものになっていく、そんな流れですね。お相手からのアプローチありそうです。もう少し補足でもらっていきましょう。まず1ヶ月から2ヶ月以内の動きなんですが、どうでしょうかっていうことで、無知のカードが出ています。もう1枚もらいましょう。はい。こちらはお相手を表します。お相手が自分の本心を打ち明けてくるっていうのが入ってきますね。今穏やかな状況とか、今後しばらくこの近未来ですね、1ヶ月以内の間は穏やかな関係性を保たれていくと思うんですね。またはあなたの中で今現在見直しとか葛藤とかっていうのを抱えているので、お相手との間で言いたいことがあるんだけどなかなか言えないとか、自分の気持ちがうまくまとまらないとか、そういうことも感じているかもしれないんですが、これからまとまっていきますから、この今のあなたの状態に対しては落ち着いていくから安心してねっていうカードが入ってきています。はい。そして物事は穏やかに流れ、まとまらなかったものはこの1ヶ月以内にまとまっていくでしょう。そしてどんな動きがあるかというと、お相手の方から本心が出てくる。今まで言えていなかった、それは決して悪いことではなくて、お相手の方から前向きな、話の切り出し方みたいな感じで出てくるかなと思います。もっとこうしていこうと思うんだけどとか、もっと軽い一言ですね。あまり重く受け止めないでほしいっていうのがお相手からのメッセージで、今度からこういうふうにやってみようと思うんだよねとか、今まで穏やかな関係性だったんだけどそこに刺激が入ってくる感じ、新しい風が入ってくる感じですね。今までは例えば LINE でやり取りしていたんだけど、今度から電話にしてみないとか、新しい映画が始まったんだけど行ってみないとか、お相手の方から新しい風があなたの方に流れ込んでくる、そんなアプローチですね。大胆な行動だと思います。あなたからしてみたら、今までのお相手とはちょっと違う味を出してきたなっていう風に感じるかもしれないんですよね。だからといって印象が悪くなるとかではなくて、これを話してくれたからとか、こういう行動を起こしてくれたからこそ、よりこの人を信頼できるようになるとか、より自分たちらしい道を歩んでいける、お相手についていきたいと思える。時々大丈夫かなって思う時もあるんだけど、それも踏まえてお相手を包み込んで支えていきたいって、そういうお気持ちが生まれてくると思います。これが2ヶ月以内までの流れです。では3ヶ月以降っていうことなんですが、ここに、ジャッジメントのカードが入っているので、一つの結果が出てくるんじゃないかなっていうことですが、ここの後に忍者のカードも入っているので、試しにやってみたことがちょっとうまくいかなかったんじゃないかなっていうことが少し感じられるんですね。ここに対してもルノルマンをもらっていきましょう。どういうことを、カモのカードですね。はっきりとここ結果を出すっていうことなんですね。これはお相手からの動きなので、お相手が関係性ね、穏やかに保たれていたものからはっきりとさせようとかっていう動きを出すとか、または、はっきりさせようとしたけど加えていいんじゃなので、うまくいかなくて自分の中でもどかしさを感じるとか、お相手が感じてしまう。あとは自分の中で抱え込んでしまうような可能性があります。やってみたんだけどうまくいかなかったとか、そういうことなのかなと思うんですね。新しい関係性を望む、自由とか解放とか、新しいスタートを切ろうとして、またもう一度頑張ろうって、過去に何回か頑張ってみたんだけど、もう一度立ち上がって今度こそしっかりと伝えるんだとか、関係性をはっきりするんだっていう風に立ち上がったんだけど、やっぱりっていうところでまた自分の中で抱え込んでしまうお相手っていうのが入ってきています。なので何度かアプローチがあったりとか、新しい試みがあったりとか、仲良くしていたりとか、そんな状態から3ヶ月目以降はお相手が自分の中で抱え込んでしまうような未来です。それは何でかっていうと、
再チャレンジしたりとか、関係性をはっきりさせようとお相手が動いてみるから。だけどやっぱり抱えるということは、それがなかなか結果、お相手の思うような結果にならず、お相手が抱え込んでしまうのかなというふうに思いました。ではあなたはじゃあどういうふうにお相手と接していけばいいのって言ったら、ここのカップのナイトのカードなんですね。お相手を信じる気持ちを大切にして、そしてあなたの方でコンディションを整えていって、この逆行している状態が順行に戻れば、自分の心がスムーズに流れているなというのを感じたら、お相手に今度はあなたの方から接していく、積極的に向かってみてください。ナイトのカード、優しくゆっくりと歩みを始めてください。あなたのペースで構いません。あなたの気持ちをお相手に少しずつ伝え続けていきましょう。そんなアドバイスカードが入ってきています。そうすればお相手が抱えていること何だったのかなとか、あの時はっきりしたいって言動していたことは何だったのかなっていうことが汲み取れると思います。そして自分の喜びのために動いていく、自分たちの喜びのためにお相手の気持ちに寄り添っていきながら、あなたの方からアクションを起こしてみてください。もともと行動派のあなただと思いますし、あと平和主義者だと思いますから、ここはお相手とバチバチに喧嘩するとか対立し合うとかではなくて、あなたがバランサーでうまくやっていける方なので、お相手の気持ちを汲み取りながらうまくやっていけると思います。あの時チャレンジしようと思っていたことは何だったのかなっていうことも、あなただったら汲み取れると思いますので、ぜひ自分の力を信じてみてください。あなたの優しさがお相手に伝わる時です。あとはこちらのお選びいただいたカード、こちらのカードは夢を追いかけていけば思いがけない形で助けが見つかりますというメッセージです。こちらのオラクルカードからメッセージをもらっていきます。今は振り返ることも大切な時です。立ち止まることは後ろへ戻ることではなく、新たな一歩のための準備です。過去の経験を見つめ直し、自分が本当に望むことは何なのかを確かめてみてください。そして心を清らかに保ちながら未来を信じましょう。あの人とのご縁がありますので、また再び道は交わっていきます。ジャッジメントのカードも入っていました。これは再チャレンジっていうのも表しています。復縁とかね、縁が再び近寄っていくってことを表しているので、また一回ダメだっていうふうに思ったこともまた再び近づいていくよっていうことですね。ご縁は必ずありますので、そしてまた交わっていきますので、焦らず自分の心を整えながらその時を楽しみに待ちましょう。そして自分の心が落ち着いたら、あなたの方からも優しくお相手に声をかけてみてください。そうすればお相手もまた動きやすくなるでしょう。今回はお相手のアプローチ、新しい風が吹き込んでくるっていうアプローチもあるんですが、加えてあなたからのお誘いもあれば、より一層信頼関係が増していくんじゃないかなっていう風に流れになりました。今回はあの人からのアプローチはありますかということで、近未来のお相手の動きについて見ていきました。これからもリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。それでは2番をお選びいただいた方、リーディングを行っていきます。今回のテーマは、あの人からのアプローチはありますかということで、近未来のお相手の動きについて見ていこうと思います。よろしくお願いします。はい、では2番さん、こちらにオラクルカードを出していまして、まずこの2枚から今のあなたのコンディションを出しています。見ていきましょう。で、あとはルノルマンカードを足していきながら見ていこうと思います。はい、こちら1枚出していきます。指輪のカードですね。はい、約束したいとか、お相手と固い絆で結ばれたいとか、そういうことも入ってきます。ではこちらのカードを見ていきましょう。まずは木星のカードです。可能性をとことん追求する。そしてこちらコランバインという植物のカードなんですが、こちらの花言葉は勝利です。はい、なので今そのときめく気持ちがいっぱい溢れているとか、
こちら木星も拡大を表しているので、この恋の気持ちが広がっていく、そしてお相手と交際に発展させていきたいなど、前向きな気持ちで今いられるんじゃないかなと思っています。はい、なんかこう約束したいことがある、デートしたいとか、あとは付き合いたいですよねとか、結婚っていうところも入ってくるんじゃないかなとも思います。この人とだったらいい関係を築けるんじゃないかっていう、そんな期待で胸いっぱいっていうのが、はい、感じられます。ではこちらのオラクルカードからお相手が感じるあなたの魅力について見ていこうと思います。はい、出していきますね。まずはフリーダム、自由です。そしてトゥーザシー、海を見つめるというカードと信頼のカードです。こちらからお相手が感じるあなたの魅力についてお伝えしていきます。あなたの周りにはあなたを慕い信頼する人がどんどん集まってきています。あなたの温かさや誠実さが周囲に安心感を与えていて、自然と周りを引きつけているのです。あの人もまたあなたの持つ優しさや強さに気づき、心を開きたくなる瞬間が増えているでしょう。あなたの存在はそこにいるだけで誰かの心の支えになっているのです。その中にはもちろんお相手も含まれます。お相手は今あなたのことを見つめているっていうのが伝わってきます。そして背中を預けられるような存在イコール仲がいいとか信頼している、深いお付き合いであるっていうのが伺えます。またまだ浅い関係性なんですっていう方は、あなたにだったら心を開いていけるなっていうふうにお相手が感じている可能性が高いですね。そしてあなたの感情豊かなところにも惹かれていると思いますし、自由な気持ち、自由であること、自分の気持ちに素直でいられることがあなたの魅力なんじゃないかなっていうふうにお相手が感じていると思います。はい、ではあなたの魅力、お相手のお気持ちを見ていったところで、タロットカードで近未来のお相手アプローチしてきますかっていうところを見ていこうと思います。はい、ではお相手の近未来の様子、流れ、動き、そしてお気持ちの変化っていうところも出しています。ペンタクル6番、そしてワンドの3番、こちらがデビルのカードにソードの10、そしてこちらが最終的なアドバイスカードでカップの9のカードです。はい、一時的に苦しいことが今後訪れる可能性がある。お相手との関係性かもしれないし、お相手自身がそうなるかもしれないということで、この辺りですね、少し、2ヶ月ぐらい先のことなんですが、この辺りがちょっと不安かなとは思います。だけれども最初の1ヶ月から2ヶ月ぐらいの間っていうのはお相手との仲が進展するっていうのが入ってきていますので、じゃあその先にっていうことで、ここちょっと気になりますよね。最初の方は仲いい関係性のまま続いていって、もしかしたらこの先やっぱり期待できることあるかもとか、進展ももちろんあるんですよね。今の関係性から一歩進展するようなことが訪れそう。それはどんな感じなのか1枚出しますね。どういう感じで進展していくのか、無知のカードです。本音でぶつかっていくこととか、自分の気持ちを正直に打ち明けることによって、または打ち明けられることによって仲がぐっと縮まっていく。今は例えばパブリックな関係性でのイーブンな関係性っていうのが入ってくるんです。なので今の関係から一歩を踏み出していくきっかけがこの本音を見せるとか、一回ぶつかることによって仲が深まっていくような、そんな出来事がありそうですね。ではこの後半なんですが、後半に対して、デビルだったりソードの10のカードが入ってるので、一時的に例えば一晩を過ごすとか、そういうこともあるかもしれないし、誘惑のカードなんですね、デビルのカードが。それがお相手の動きとして入ってるので、あなたの
ことをお誘いするんじゃないかなとも思いますし、魅惑的なんですよ。カリスマ性を表しているので、デビルというのは。なので今の関係性から違う関係性を求めるんじゃないかなとは思います。ただそこには少し考えなければいけないこと出てくるよねっていうふうに、ソードの点、痛みのカードが入ってるので、痛みを伴うかもとか、不安とかね、そういうことが伴ってくるようなことですねが入ってくるかも。それはどんなことなのか。タワーのカードです。お相手と二人きりになるようなタイミングが訪れたりとか、そしてあとは課題がどうしてもあるんだけど、でもそれでも止められないとか、その恋心、衝動的になってしまう。これ分かりやすく言うんだったら、同じ会社の仲間とか同僚とかね、お付き合いしてるんだけど、そこから恋愛的な関係になっていく。だけどそこにはやっぱり考えなきゃいけないこと出てくるよねとか、今の関係性から一歩踏み出した時にとか、それは肉体関係を持って、じゃあ正式にあなたの求めているお付き合いとか交際、結婚っていうところになっていくのかって言ったら、ここちょっとぼやっとしてるような状態かなと思うんです。だからちょっと辛いとか痛いとか、どっちなんだろうとか、そういう気持ちになりやすい。で、じゃあもっとはっきりしてほしいなっていう風になっていく、そんな流れです。でもこのアドバイスカードはカップの9のカードが入っているので、まずはそのお互いの気持ちが満たされていることを確認し合ってください。これは願望成就のカードでもあるので、あなたの望みを叶えるためにっていうところに焦点を当ててください。そんなメッセージでもあります。今の関係性ありますよね。お友達のような関係性とか、会社の付き合いとか、この関係性、調和が取れている関係性から一歩前進して、そこでお相手の虜になるような出来事があるんですね。二人っきりになるとか、密室に自分たちだけとか、なんかこうお相手にすっごく惹かれるんだけど、でも果たしてそれでいいのかなって思うようなところもある。お互いがあってね。なのでこう両手を広げてこう喜び合えるような、こうみんなの前で祝福されるような、そんな嬉しいようなアプローチじゃないような、どちらかというとお相手から見ずにやり取りが行われていて、それがみんなの前ではなくて二人っきりでひっそりと行われていくような、そういう流れですね。こう密室っていうのを感じます。またそのさらに深い関係をあなたが求めていくと思うので、まず段階を踏んでいきましょうっていう、そういう流れでもあります。すごくお相手がモテる方とか魅力的な方っていうのが入ってくるので、お相手を狙っている他のライバルの存在もいるかもしれないですね。ただこの2ヶ月以降ですね、この後にあなたがぐっとお相手と接近するチャンスが訪れると思います。またはお相手と近づくんだけど、お相手がすごく魅力的な言葉を発してきていて、自分を惑わせる、どっちなんだろうってドキドキもするし、これって本当に好きなのかな、好きって思ってるのかなっていう風に分かんなくなっちゃうような、そんな感じも見られるんですね。ではこれからどうやってこの後あなたが過ごしていけばいいのかっていうメッセージも1枚タロットから追加でもらっていこうと思います。お相手と急接近するとか、お相手にますます虜になる、沼っちゃうっていう感じがここから伝わってきます。だけれども気にしなければいけないことがあるとか、今の関係性より一歩、踏み出していくためにっていうことで、このソードの点が伝えようとしてくれてること何なのか。1枚追加でもらっていきましょう。はい、ソードのキングのカードですね。こちらはですね、キングのカードなので、ある意味男性を表しているかもしれないですね。年上の方とか、例えば今の関係性の間に入ってくるような方かもしれないし、またはこの、ソードの点の深掘りなので、誰かに何か言われるんじゃないかっていうことで、まず密な関係で2人っきりの中でまず進めていこうかっていう秘密の関係性になっていくかもしれないですし、
まず一旦はそれでっていうことで、本当はあなたはこの指輪のカードが出ているので、公にしていきたいとか、正式に交際したいとか、結婚っていうところを考えてるんですけど、まだその3ヶ月以内にはこの結婚だったり交際っていうところまではスムーズに動いていかないような気配がします。それは気にする人がいるから、あなたたちが気をかける人がいるからなんじゃないかっていうことと、あともう一つはまだその決定打にかけるということで、何かしらの痛み、これは人によって変わってくるんですが、お相手と関係性を進めるためにこのサイクルを一つ終える、痛みのサイクルを終えて、そして決断していく流れを取っていく、この決断に至るまでがこの3ヶ月以内では少し難しいんじゃないかということですね。自分たちの望みを叶えるために、あなたの望みを叶えるためには必ずここ一つのサイクルを終える必要がある。これはかなり厳しいことになるかもしれない。何かを終わらせるということは、中には誰かと言い争うとか、ライバルと言い争うとか、そういうことも出てくるかもしれないんだけど、今でも自分が叶えたい願いっていうのがしっかりとあなたの中に芽生えているので、これをつかみ取っていくために痛みを乗り越えて次の世界へっていうのを、まず未来をいてくださいって、未来を見据えてください、そういうメッセージが入っています。かなりお相手が魅惑的な方だなっていうのを感じました。はい、お相手の方の動きとしても、陰ながらっていう感じがします。はい、見ていきましょう。クローバーのカードです。お相手の動き追加でもらっていきました。苦難はあれど、それでも2人で一緒にやっていきたいとか、はい、そうですね、毎日幸せを感じ取っていたいっていうお相手の動きが出てきているので、連絡取り合う頻度が多くなるとか、たくさん会えるようになるとか、やっぱりあなたにとってもドキドキするようなことがこれから訪れると思うんですね。密室でっていう感じもするんですが、そしてそれは何か考えるようなことが起きるかもしれないんだけど、でもそばに寄り添っているからねっていうお相手の動きです。なのでこのお相手と2人で乗り越えていく未来とか、この困難っていうのが入ってきますね。はい、このお相手の近未来の動きや気持ちの変化っていうところを見ていきました。ではお選びいただいたオラクルカードからメッセージをもらっていきます。こちらのカードは、あなたが愛する者とつながるとき、あなたの心は輝きますというメッセージです。あなたには限りない可能性と自由があります。人生という大きな海に身を任せるように流れに乗って進んでいきましょう。恋もまた、あなたが心から求めるものならば、その気持ちに従って大切に育んでください。あなたの情熱と信念が夢を現実に変えていく力になります。この恋をつかみ取りましょう。あなたの心が輝くとき、未来もまた輝きを増していきます。自分の願いをつかみ取るために今動いていきましょう。なぜだったらあなたはフリーダム、自由だから、あなたの心は自由だからというメッセージでした。今回はあの人からのアプローチはありますかということで、恋の近未来の流れやお相手からどんな動きがあるのかというところに焦点を当てて見ていきました。これからもリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。それでは3番をお選びいただいた方のリーディングを行っていきます。今回のテーマは、あの人からのアプローチは近未来ありますかというのをテーマに見ていきます。よろしくお願いします。ではまずこちらにすでにカードを出していて、こちらの2枚のカードが今のあなたのコンディションを表しています。加えてこちらのレノルマンカードを使って見ていこうと思います。まずは出していきます。いて座のカードです。信じる者にまっすぐと。そしてこちらはユリのカードです。こちらユリの花言葉というのが純粋とか無垢というのを表しています。はい、こちらとあとルノルマンも1枚出していきましょう。い
手座のカードにも信じるというワードが入っていますし、今あなたがお相手に対して信じる気持ちっていうのをテーマにされてるんじゃないかなと思います。ルノルマンも合わせて見ていきます。はい、お家のカードですね。安心したいとか安定した関係を築いていきたい、信じている。お相手とだったら良い関係性になれるんじゃないか。そしてあとは夢とか期待が弾んでいるような感じ、これから広がっていく関係性がより良いものになっていくんじゃないかっていう、そういう期待も込められているんじゃないかなと思いますね。もう近いうちにデートしますっていう方は、お相手とおうちデートだったりとか、あとそれぞれのお家でオンラインで通話したりとか、楽しい時間を持とうっていうような、そういう計画もあるのかもしれません。ではこちらから、お相手が感じるあなたの魅力についても出していこうと思います。そうですね。あとはですね、こちらのカードからは、今あなたが恋愛、お相手との恋に対してもしかしたら少し迷いを感じているのかもしれません。気持ちはあるんですが、どう行動すればいいのかがわからないとか、足踏みしてしまっているような状態かもしれません。でもそこから先、超えていきたい、変えていきたいというような気持ちも現れています。物事が動き出す前には必ず静かな時間が訪れるものです。焦らず自分の心の声に耳を傾けましょう。あなたが求める答えはすでにあなたの心の中に眠っています。そしてあとはお相手が感じるあなたの魅力ということで、こちらのカードがまず勇気、そしてこちらが2つの世界の狭間っていうカードとひらめきということです。バランス取るのが上手ということかもしれませんし、両方2つのことっていうのが入ってくるので、あなたが今2つのことを同時に行っている、つまり器用な方っていう風に見えているのかもしれません。あの人が感じるあなたの魅力です。あなたはとても聡明で周囲を導く力を持つ人です。時に直感が冴え、あの人が気がつかないことにもあなたは気づける鋭さを持っています。あなたのひらめきや考え方はあの人にとって魅力的に映っているでしょう。迷いながらも前を向く姿勢はあなたをより一層輝かせます。あなたの中にある強さと優しさが知らず知らずのうちにあの人の心を引きつけています。はい、勇気ある人、どんな荒波や困難にも立ち向かうという勇気や強さ、そしてひらめきですよね。周りの人が考えつかないようなことをピンとひらめいて、あなたはそれを行動に移すような方、そんな印象がお相手の中に入っているんじゃないかなと思います。ではこの後タロットカードで展開していきます。近未来、お相手からのアプローチありますか？はい、では加えてこちらのルノルマンを使って見ていきます。近未来、まず1ヶ月以内とか2ヶ月以内っていうのは、お相手とポジティブな関係性、前に進んでいくんじゃないかなっていうふうに感じます。新しいスタートを表すソードのエースのカードだったり、こちらはワンドのページです。でペンタクル3番にこちらが、ソードの5番なので、対人関係の揉め事っていうのが最終的に3ヶ月以内の流れとして最後の方に入ってくるんですが、ここで関係性の見直しというか再構築だったり、一旦振り返って軌道修正することが必要ですっていうアドバイスが入っています。最初ものすごく良いスピードで、スピード感、春の動きのような、そんな陽気な流れっていうのが入ってきています。前半にお相手の動き、どんな感じで入ってくるかなっていうことで見ていきましょう。お相手からまず連絡は来ると思います。ふわっとした軽いような流れ、軽いというのは連絡一つ入ってきて、元気とか明日暇とか今週どうとか、そういう何気ない一言だったりとか、最近どんなもの
ハマってるのとか、そういうことかもしれないですね。なんか一歩をやってくるっていう感じです。はい、こちらは淑女、あなたを表すカードです。お相手があなたに夢中になるような前半だと思うんですね。興味津々とか、あなたと始めていきたいとか、仲良くなりたい、今以上の関係を求めている。浅い関係性だったら連絡先交換したいとか、お友達の関係だったらプライベートの中になっていきたい、デートしたい、二人きりで遊びたいとか、そういう動きをお相手の方からアプローチとして入ってくると思うんですね。今あなたのことをいっぱい考えている。この時にお相手からの動きを待ってもいいですけど、あなたの方から動くと、この人すごく動きやすくなるんじゃないかなっていうのはあります。で、問題はこの最後の方ですよね。なんか対人関係の揉め事とか争いとか喧嘩とか、あとはそうですね、ここ情報の行き違いとか誤解とか、そういうことも生まれるんじゃないかなと思うんですね。何があるのかなっていうのも見ていきましょう。2ヶ月目とか3ヶ月目とか3ヶ月以内っていうのはすごく明るくてポジティブで、そしてしっかりと関係性を構築していけるような流れ、良い流れです。で、注意ポイントが3ヶ月目以降で現れそうなので、何があるのかなっていうのを少し見ていきましょう。最初はすごくお相手とトークも弾みますし、連絡も頻繁に取り合えるとか、あとは遊べるっていうのも入ってますし、一緒に話し合ってお食事して、ああだったねこうだったねっていう風なことで関係性を築いていく。終盤どんなことがあるのか、熊のカードですね。ちょっと圧がかかるなっていう感じで入ってくるんですね。で、お相手の動きとして入っているので、はい、船と熊のカードですね。この2つで組み合わせて見ていくんだったら、例えばお相手が強引に物事を急いで進めようとしたりとか、関係性ですね。を進めようとしたりとか、または進めたいと思っているんだけど、そこでちょっとストップかかっちゃう。船のカードなので、前に進んでいきたいっていう気持ちがものすごく強くなる。で、加えて大きな力とか権力を表す熊のカードが出てるので、自分の力がものすごく大きくて、それで一つにまとめられない、まとめきれないとか、集中力が散漫しちゃうとか、ただしソードの5番のカードも出てるので、ライバルと争うお相手があなたをめぐって誰かと争うことを始めたりとか、方向性を見失ってしまったり、または噂話で惑わされてしまったりとか、この要注意人物のような人がいるかもしれません。圧力のある方、権力のある方とか、目上の方とかっていう可能性もあります。あとはパワーバランスですね。あなたとの関係性においての、パワーバランス、どっちが権力を握るではないんですが、どっちがこうお誘いするのかとか、順番にこだわり始めたりとかするかもしれないですね。そしてアドバイスカードで、その子をもう一度見直して、関係性より良いものにしていくために見直しが必要だよってことが入っているので、このアドバイスカードはあなたへ向けたアドバイスカードです。3ヶ月目以降に混乱が見られるかもしれないし、うまく進んでいかないなとか、誰かのことを気にかけたりとか、周りのことを気にしたりするかもしれないんですが、でも最終的に自分たちが向かっていることっていうのは、ゴールは同じなんだよねってことを確認し合う作業が必要になってきます。これいろんな可能性があるので、一概的に対立とか、圧がかかる人とか、そういうことはこれだってことは言えない、いろんな可能性があるので、ただ進みづらいだろうなっていう感じがします。3ヶ月目以降ですね。その時に見直しをかけて自分の信じるものに向かって進んでいくこと、これが一番大事。やっぱりここに信じるものにまっすぐとっていうメッセージが入っているので、迷ったり混乱したら一旦落ち着ける場所で自分の気持ち落ち着かせてねとか、お相手と一緒に静かな時間を過ごす、落ち着いた時間を過ごしてゆっくりと過ごす、リラックスするっていうことを心がけるといいのではないかなと思います。はい、ではこちらのお選びいただいたオラクルカードからメッセージをいただいていこうと思います。ただね、そのお相手、この3ヶ月以内の動きは頻繁にありそうですし、関係性も前進すると思います。その3ヶ月目以降に大きな
流れが変わるというか、周りの人が入り込んできたりとか、少し困難だなと思うことが出てくるかもしれないんですが、これからの3ヶ月以内の出来事を信じて進んでみてください。そしてお選びいただいたオラクルカードは、答えを求めるというカードなんですね。こちらからのメッセージです。今は未知の世界へ踏み出すタイミングがやってきています。勇気を持って一歩を踏み出してみましょう。完璧である必要はありません。大切なのはあなたが信じる道を進んでいくこと。未来にはあなたが思いもしなかった素晴らしい可能性が広がっています。新しい景色を見るためにまずは心を開いてみてください。純粋な心で自分の直感を信じて進んでいきましょう。そうすればより良い未来が開けていきます。ぜひこちらのメッセージをお受け取りください。今回はあの人から近未来アプローチありますかということだったんですが、3番さんは3ヶ月以内頻繁にお相手からのアプローチがありそうです。ただその後のことについての対策もお伝えしましたので、ぜひ参考にしてください。これからもリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。今回のリーディングはいかがだったでしょうか。近未来あの人からのアプローチはありますかということで、3ヶ月以内のお相手の動きについて見ていきました。お相手からの動きがあるかどうか、どんな動きなのかということに焦点を当てました。はい、では今回はこちらのローズバッドタロットさん、こちらから、プチサンタ占いを行っていきたいと思います。こちらから今3枚カードを出していきますので、左、真ん中、右とお好きなもの1枚お選びください。ではカードを切りながらアフタートーク続けていきます。お相手からの動きありますかっていうことで、動きあるよっていう方もいたかもしれませんし、ちょっと見られないかもしれませんっていうことになった方もいたかもしれません。結果はいかがだったでしょうか。でも3ヶ月以内の流れですので、たとえその結果が自分の思ったものと違ったなっていう風になったとしても、それを変えていくこともできますし、3ヶ月以降が変わっていく、大きく変わるってこともありえます。未来は変わっていくんだっていうことを意識されて今動いていかれますと、意識してね、自分自身のワークを行っていくと、また未来変わっていきますから。はい、ということでカードもらっていきましょう。で、今回のプチ三択占いのテーマは、今私がお相手にできることなんですかっていうことでもらっていきます。はい、こちら選択肢とは関係なく、今直感で左、真ん中、右とピンとくるもの1枚お選びください。では早速見ていきます。左の方からです。今私がお相手にできることは何ですか？ワールドのカードです。はい、お相手とつながる、世界が一つになるということで、お相手とその共感する気持ちもすごく大切ですし、バランスですよね。今一つ課題をクリアしてお相手と仲を近づけるタイミングがやってきています。もうあと一歩なんです。今まですごくあなたが頑張ってきたよっていうことをこのカードが伝えてきてくれています。その頑張りが今花開く時なので楽しみにしてください。今お相手にできることありますか？寄り添ったりとか、2人の関係性バランス取ること、保つこと、良い関係性でいられるようにっていうことで工夫されますと、より良い関係性が育まれていく、より一層育まれていくんじゃないかなと思います。完成がもう間もなくやってきています。またお相手と取り組んでいることで何か完成させるっていうことにピンとくる方、例えば同じプロジェクトに取り組んでいますとか、同じ趣味をやっていますとか、同じ例えば作品見ていますとか、一緒に取り組んでいることがある方っていうのは、それを完了させることっていうのが一つのアクションとして入っています。では次、右をお選びいただいた方です。はい、こちらはカップのクイーンのカードです。すごく綺麗なブルーのカードですね。
今幸せが近くにやってきています。お相手に今できること何ですかって言ったら、やっぱり心からの共感とか寄り添いとか、お相手を受け入れることですよね。あなたはすっごく優しくって受け入れる力を持っています。今そのあなたの包容力を発揮するとき、包容力と言いますか、母性に近いかもしれないですね。見ている方、性別問わず、あなたのその受け入れる、人を受け入れる優しさが発揮されるときなんです。それを今お相手に見せるとき、優しくするとか、お相手の話を聞くとかですね、受け止める力が備わっていますので、ぜひご自身の魅力を十分に発揮されてお相手に近づいてみてください。そうですね、自分から積極的にアタックするというよりは、聞き出していく、そういうアクションがいいかもしれません。どういうことを感じているのかとか、それはその趣味とか取り組みについてでもいいと思います。仕事最近どうでもいいし、この趣味に対してどうなのとか、そういうことでもいいと思うので、お相手の話をゆっくりと聞いてあげることがいいんじゃないかなと思いました。そして右をお選びいただいた方です。はい、こちらはつなれ人のカードですね。この線を一本の綱、ロープを渡っている女性ですね。バラを両手に持っています。バランスを保とうとしていますね。下は見ない。上を見る。上というのは希望です。自分の思い描いているイメージを膨らませて。ということで、今自分のイメージする力がとっても大切になってきます。ひらめいたことやインスピレーションをお相手に伝えることもいいと思います。ひらめきですね。今私こういうこと考えてるんだけどどう思いますかとかでもいいと思うんですよ。お相手との関係性にもよるんですが、お友達の関係だったらすごくやりやすいですよね。今これをやってみようと思うんだ、新しくこれやってみたいとか、こういう目標があるんだけどどう思うとかね、そういうことでもいいと思うんですね。ひらめいたことを、アイディアをお相手に打ち明ける。そうですね、浅い関係性でも、私今こういうことを取り組もうと思っているんです、これについてあなたはどう思いますかとか、そういうことでお相手に自分のひらめいたことを伝えてみるとか、またつなり人っていうのはそもそも今耐えるとか、この綱渡りと同じように緊張状態っていうことなので、その緊張状態をほぐすとか乗り越えるっていうことも一つのヒントになるかもしれません。今あなたがピンと糸を張り巡らせたような心の状態であれば、リラックスしましょう。そういうメッセージかもしれない。お相手との間に緊張状態が続いているんだったら、それを緩和させる、そういう取り組みを行っていくのもいいと思います。今回はこのようにプチ三択占いで3つに分けてみていきました。はい、そしてあとはアフタートークということで、私事なんですが、今回ですね、今まで丸々1年使っていたサムネイルのデザインを新たに一新しようと思いまして、はい、ということで、今までは写真風のサムネイルを使っていたんですけど、好んで使っていたんですけど、今度からイラスト風にしようかなと思いまして、2周年も迎えたことで気持ちをまた一新してガラッとこの春分の時から切り替えていこうかなというふうに思いました。なので、いつもとサムネイルが違うかもしれないっていうふうに気づいた方もいるかもしれないんですが、私の気持ちのリセットだったりリスタートっていう意味を込めてサムネイルを新しくデザインし直してみました。はい、なのでそうなんだっていうふうに今聞いていただけるといいかなと思います。ということで今回はアフタートーク挟んでいきながら終わろうと思います。次回のテーマもまたお楽しみにしてください。では今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。またお会いしましょう。チラでした。